はい。そしたらですね、エンライトイクイプメントのキルトの紹介をしてほしいっていう声がすごい多かったので、ちょっと今日はその紹介をしてみたいと思います。で、横幅はこの通りすごい大きいです。バックパックの横幅よりも大きいんですよね。で、これはマイナス1度対応のワイドになってます。ですから、キルトの中の河川タイプではめちゃめちゃ大きい方だと思いますね。で、圧縮したらどれぐらいまでいきますかっていう質問いただいたんですけど、そうですね、例えば、いきますね。圧縮したらこれぐらいにはなります。ですから、バックパックの横幅にはギリ入るかなっていう感じでした。ウィンドライダーの2400の横幅にはギリ入ります。ただ、河川なのでダウンほど圧縮してもそんな小さくならないんですよね。だからこれぐらいのボリュームはマイナス1度のワイドだとかかってくると思います。ですから、おすすめ的には河川を使うんだったら5度対応のレギュラーがいいんじゃないかなと思います。はい、ワイドまでしなくてもいいのかなって気がします。結構大きかったんですよね。うん。で、実際取り出してみると、はい、こんな感じです。で、僕キルト、何種類かぐらいなんですけど使ってみたことがあって、このエンライトイクイプメントのキルトがめっちゃ使いやすいなと思ったんですよね。で、まず見てほしいのが、ちょっと引きましょうか。はい。まず見てほしいのが、これ裏側なんですけど、普通キルトってこういうゴムテープのみ、こういうゴムテープのみみたいなところが多いんですけど、ここの後ろ側はこういうホックになっててファスナーになってるんですよ。だからこの下半分はファスナーとして使えるっていう。だからここの下部分は結構すごいしっかり締めれるんですよね。うん。で、ここ足部分にすればいいと思います。そしたら普通のキルトだと足ってこう囲まれてるんですけど、こう開けることができるので細かな温度調節もしやすいです。これがすごくいいポイントなんですよ。普通キルトってここ絶対囲われてることが多いんで、そうすると結構オーバーヒートしちゃうことが多いんですよね。で、これはここのゴム紐で絞れます。ここにマットとかを使って絞ると結構こうなります。だからすごいあったかい。で、ちょっと熱すぎるなとかいいなって時はこういう風にかけてガバッと使うともうお布団感覚で使えるんですよ。これすごいいいとこで、日頃のお布団に近い感覚で寝れるなっていうのが、しかも河川だとなおさら思った感じなので、寝袋が寝づらいなっていう人一回試してほしいなと思います。で、これマイナス1度対応ということもあるので河川でもめっちゃ高いです。かさばるんですけど、そういう意味では軽いんですよね。だから僕結構これ使えるなと思うのと、でも個人的にはその先ほど言った通り河川だったら5度対応まで、サイズ感の問題でおすすめするんですけど、重ね着ができると思うんですよね。普通にお布団として使えるんで、ここに 300g とか 400g の UL 寝袋と合わせて、1kg ぐらいで使えば多分マイナス 10°g でいけると思うんですよ。だから重ね着を使えばいいと思うんで、河川だったら5度対応とかまでがいいんじゃないかなと個人的には思いました。結構ビビも使ったりとかして重ねますよね、冬。なんでマイナス1度までは結構河川だとボリュームが結構取られますよということを覚えておいた方がいいかなと思います。で、この先ほどお伝えした通りここがファスナーになってて、でそれ以外はこういう風にもうめっちゃ簡単なこういう着脱式になってます。で、この延長コードみたいなのがついてるんで、例えばワイドのマットとか使った場合はこれで調節すればガバッと広くも使えるので、体型にもすごい調節できるからです。絞れもしますし広げることもできると、はい、いうことですね。同じようについてます。はい、でここも上もちゃんと絞りがあります。絞りがあってスナップボタンもついてるのですごい使いやすいんですよね。普通にもう下だけこういう風にちょっと閉じ気味にして上は割とガバッと開けてお布団として着ることもできるので、細かい温度に対応しやすいのがすごくいいなと思います。めちゃくちゃいいですよね。ちなみに本国で買うと結構細かくオーダーするオプションもあるので、色選べたりとかデニールが選べたりとかもします。これ多分20デニールかな、10デニールかな。だからその軽さだったりとか丈夫さとかも細かく選べるのが実はすごくいいポイントだったりするので、これはもうめっちゃおすすめですね。めっちゃ寝やすいと思います。
で、今回はですね、持ってきたのが、この通りハンモックなんですよね。はい。ちょっと全体まず見ましょうか。全体はこんな感じ。はい。しっかり縦が覆えますね。で、今日こんな感じでハンモック持ってきたので、アンダーキルトとしてちょっと使ってみたいと思います。じゃあちょっと設営してみましょうか。はい。こんな感じで、上全部、下のやつを全部取り外して、上にかけました。で、これ同じような手順で、ここにつなげていきますね。ハンモックバージョンで貼ってみました。ちょっとですね、ワイドっていうこともあるのか、ここが意外ときっちりはまらない感じだったんですけど、今寝てみた感じは、寝てみた状況は結構普通にあったかくて使えました。もう暑すぎるぐらいでしたね、今の昼ぐらいの気温だと。で、逆にワイドがゆえに、ほぼトップキルトぐらいしっかり覆うことができたので、ちょっとこれで一泊してみようと思います。はい。で、実際にやっぱりこの、普通のエアマットとかでも使えるわけなんですけど、やっぱりこういう風にすごい伸縮ができたりとか、コードで調整できたり、ここのファスナーがついてたり、両側にこのちゃんと穴を閉めるコードがついてたりと、すごい多機能なんですよね。で、僕すごくいいなと思ったのが、こう肌寒い時に上着をちょっと持ってくっていうのも荷物だったりするじゃないですか。そういう時これ外せば、毛布代わりにできるんで、で、結構あったかいんですよね、本当に。マイナス1度対応とかになると。で、しかも河川だから洗いやすいとか、ちょっとこういう風に底とか汚れると思うんですけど、まあすごく個人的には、いいなと思ってます。かさばるんですけど、その分メリットがあるものかなと思ってます。はい。また寝てみてですね、レビューしてみたいと思います。こんな感じですね。はい、おはようございます。TK キャンプです。今回ハンモック神代寺マウンテンワークスで寝てみたんですけど、そうですね、やっぱ何回か起きましたね。ちょっと僕の、これから課題がまた見つかってやりがいがあるなというところです。ポイントはやっぱこちらが、エンライトエクイプメントのキルトのレギュラーワイドなんですけど、ワイドだとどうしても締まりきらなくて、隙間から風が入っちゃったなっていうのが何回か起きた理由になります。ですので、クリップみたいな形で止めてしまうか、何かちょっと対策を考えたいなと思いますね。もっとぴっちり締めるようにする。か、もうエアマットか何かを敷いて、トップキルトとして使うかっていうのをちょっと考えたいなと思いました。でもなんかすごい楽しいですね。カットってこういった感じで通過圏にできたりとか、そういうのすごいいいところですね。めっちゃあったかく高いのと、はい、足元寒い。この際結構、こういう使い方ができる。めっちゃいいと思います。ちなみに、こちらがエアマットにキルトを使った場合ですね。はい。まあ、こんな感じで、裏側の、ここのボタンで閉めるだけなので、で、絞りもちゃんとあるんで、頭の方と足元にも絞りがあるんで、これで結構絞れます。はい。なので、全然扱い的には難しくないんじゃないかなと思います。はい。おはようございます。TK キャンプです。こんな感じでしたね、昨日は。はい。一回夜中に一瞬目覚めましたけど、あったかく眠ることできました。なんか結構10度近くまで下がったっていう話だったんですけど、やっぱこのセットで全然あったかかったですよね。結構ビールの網目もあったかいんですよね。こうナイロンだし。で、ハイパーライトエンライトエクイプメントのキルト。これやっぱマイナス1度タオルだからってめっちゃ高いです。で、ラブのエアマット使いました。はい。まあ、スリーピングシステムはいつもこんな感じ。結構この寝方も慣れてきましたね。めっちゃいい感じ。はい。ということで、今回はエンライトエクイプメントの
河川キルトマイナス1度対応のレビューでした。少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。ちょっとマイナス1度の河川だとさすがに大きくて重くてかさばるなぁというのが僕の印象ではあるんですが、大きな冬用のシュラフに比べれば、重量としては軽いんじゃないかなと思います。それぐらいすごく暖かかったんですよね。ですので、これからの冬季で何度ぐらいまで本当に対応してくれるのかっていうのは引き続き検証していきたいなと思います。ただ河川なので結構乱雑に扱っても大丈夫だったりとか、連泊でも湿気でも保温性がちゃんとあったりとか、そういう安心感があるのはすごくいいなと思いました。では、今回の動画が少しでもお役に立てましたら、大変お手数かと思いますが、チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけますと大変幸いでございます。もしロングトレイルとか連泊とかがそんなにない方は、ダウンのキルトが軽くておすすめです。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。